今日のごちそうさまチャンネルは男子おつまみ。サワラが今非常に安く、それを保存が効く状態で美味しく食べ続けようという非常に重宝するレシピだと思うので、サワラの味噌漬けです。結構一回味噌に漬けちゃうと持ちます。一日一切れをちょっとずつ食べるみたいなね。いい感じじゃないですか。締まった感じになるんですね。いい感じのね油の乗り具合ですね。でお茶漬けぴったりです。とても美味しいだし茶漬けでいきます。うまいです。今週の男子おつまみはサワラの味噌漬けです。サワラが今非常に安く4切れぐらい入って390円とかそのぐらいの値段じゃないですかね。で高い魚だったんですよ昔は。すごく手に入りやすいお魚になってきましたサワラは。それを保存が効く状態で美味しく食べ続けようという企画ですね。今日は4切れ、サワラの味噌漬け作るんですけど、1日1切れをちょっとずつ食べるみたいなね。で結構1回味噌に漬けちゃうと持ちます。でそのまま漬けた状態で1日置いてから冷凍もできます。で非常に重宝するレシピだと思うので、まずサワラですね。だいたい2切れ入ったパックかこれで売ってると思います。油分も適度にあるし、で身も締まってるし、焼き魚にするとちょうどいいお魚だと思うんですよ。それから漬ける味噌なんですけど、味噌はお好みのもので結構です。今日普通に合わせ味噌使ってます。それからお砂糖、みりん、お醤油、お酒で、あとお好みで紅生姜ですね。紅生姜かお好きなお漬物添えてね召し上がっていただけるといいんじゃないかなと思います。まず最初にですね、サワラに塩します。皮目に塩してもなかなか入っていかないので、身の方を上にし、ここにお塩振っていきます。でちょっと全体なじませて、これで一回魚の臭みを抜くのと同時にちょっと水分出すんですね。それで表面から味噌の塩分をまたこう入れていく力を少し養ってるっていう感じ。20分ぐらい、本当は置きたいところなんですけど、目安として15分以上で、塩が水分濡れてこの白いのが見えなくなってきて、実際に浮いてくる感じがわかると思います。でこの間に、味噌合わせておきます。まずお味噌、砂糖、みりん、お酒。ここまでで十分塩分も入ってるし、味噌漬けなんでいいんじゃないかと思うんですけど、お醤油でちょっと塩分足します。で味ちょっと引き締める感じですかね、イメージとしては。お砂糖入ってるんでよく混ぜて、ジャリジャリする感じがなくなるまでよく混ぜます。はい、こうしたらねもうやることないんですよ。どうしましょう。待つしかないです。これしりとりしますか。しりとり、キムチ、チーズ、ズッキーニキムチ。それってダメな。いや存在しますから。だってもやしと豆もやし違いますよね。違いますよね。チヂミです。チヂミ、水菜キムチ。いやチョコレート。チョコレート。唐辛子キムチ。唐辛子キムチ。それはありますよ。だって唐辛子入ってるじゃないですか。だから唐辛子の実をつけたやつがあるんですよ。探しますよ。あったらどうするんですか。はい、そしたらサワラから水分浮いてきたので、この水分一回拭き取ります。ちょっとね完全な塩する前の状態よりも少し色が重くなるっていう感じですかね。塩が入って浸透圧で。そしたらつけていきます。こういうタッパーですね。こういうタッパー用意いただいて、ちょっとキッチンペーパーをまず引きます。サワラにまず塗っていきます。で皮目にまず味噌、これをドスンと置く。でこの場合は側面丸の側面も塗って、割としっかり塗っていっていいですね。でこれも裏返すと。まずこの状態ですね。でここにさらに味噌塗っていきます。味噌こういう状態で今濡れてる状態ですね。わかりますか。でここに同じことします。でただ皮目からは入りづらいわけですよ、味が。なんで身の方を常に、味噌に触れてる状態にして。ということは今こういう状態で表向きが、身が向いてますよね。塗って側面塗って、皮と皮じゃなくて身と身、これポイントですよね。そしたら最後に少し余った味噌を上からこうかけると。でこれキッチンペーパー入れた意味は流れ出さないようにしてるんですね。隙間とかができるじゃないですか。タッパーとの間にここに味噌が流れてっちゃうと味噌の量が結構いるんですよ。その量を抑えるためですね。はい、味噌全部入ったんで
上からさらにこういう感じですね。で蓋していきます。でこういう状態にして最低1日、ちょうどいいのは2日。では長期保存のために、つけて、かつ美味しく食べたいという場合は油ができるだけ乗ってるサワラ買ってください。塩分でやっぱり身からどんどん水分抜けるんですよね。その時に油分が少ないとちょっとパサつきやすい。これで蓋して冷蔵庫で回します。はい、今日はですね、昨日の朝つけたもの1日半ぐらいですかね、つけたものを用意してあります。結構水分がやっぱ出るんですよね。いい感じじゃないですか。ちょっと締まった感じになるんですね。こう色が変わってるの分かります？これ使ってる状態ですね。これをキッチンペーパーなどで拭き取ります。で味噌はすごく焦げやすいのでたっぷりついてるところはできるだけ少し取ってあげた方がいいですね。安全ですよね。はい、この状態で焼いていきます。で海の魚は皮から焼くって言いますよね。で川の魚は、身側から、はい、焼いていきます。焼き魚っていいですよね。なんかこの時間良くないですか？この焼き魚を焼いてる時間というか。待ってる間とかが楽しめない人もいるんじゃないですか、もしかしたら。ちょっと友達にはなりそうにないですね。そういう人。じゃあ裏返します。いい感じですね。もうそろそろ焼けますね。塩分に使っていて身が締まってるんで焼けるとキュッと締まるんですね。さらにそれが火通りの合図だと思っていいと思います。ちょっと押したら跳ね返りがもうほとんどないっていうか。で魚切り身だと本当は左前なんですけど、ちょっとね切り身だと立ち姿が難しいのでちょっと右かな。でお好みで紅生姜なぞ完成です。いい感じですね。はい。じゃあ焼きたてをいただきたいと思います。いい感じのね油の乗り具合ですね。この端っこのとこね、腹のとこですよこれ。うまい。しっかり味。酒にもぴったりですよね。今日はねレモンサワーですけど、焼酎お湯割りとかね、熱燗なんかでもいいんじゃないですか。で、初日に半分食べましたと。で半分残ってるってことありますよね。そういう時にお茶漬けぴったりです。だし茶漬けなんですけど、とても美味しいだし茶漬けでいきます。じゃあちょっとねだし温めていきますかね。だし適量ですね。お好みの量でいいと思います。で温めて、今このだしには塩分何も入ってない状態なんであんまり手かけたくないので、お塩だけちょっと一つまみで、あえて沸騰させなくても熱い状態になれば OK ですね。お塩溶けて、お酒みりん入ってないので、こういう感じでご飯のっけて、ちょっとだけ練りごま、これお好みです。でだし温まったらもうお塩も溶けてるし、お魚に当たるようにですねかけて、でネギ散らすなんですね。ちょっと練りごま溶いて、うまい。やっぱりちゃんと味噌の味というか塩分が入ってるお魚なんで、こうかっこんでいくとご飯と相まってちょうどいいですね。今日はサワラを使って味噌漬け作りましたけど、他のお魚でもできます。例えばブリ、メカジキなんかできますね。あと鮭、たくさんそのスーパーで、量が売ってる時に購入して同じ分量で味噌漬けできますので、ぜひやっていただきたいと思います。ごちそうさまでした。